繊維の宝石ですね。ベビーカシミヤですね。ベーシックカシミヤが8年目だから今年で5年目。ベーシックカシミヤを完璧に編めるようになってから3年間かかってるんですよ、このベビーカシミヤ編めるようになるまで。やっぱじゃあベーシックカシミヤとベビーじゃまたやっぱこっちの方が糸が細いし、繊維長長いし繊細だし、細い一本一本がそのくらい編むのが難しいですよね。切れたり傷いったり、編み機の回転数とかちょっとした針の感覚の詰め方みたいなので、職人さんが相当頑張ってチャレンジしてくれたので、ベビーカシミヤを編むことができたと思うんですね。で僕たちのやっぱり考えるこのベビーカシミヤってやっぱりこのベビーカシミヤの良さを最大限出すためになんかギリギリの度詰め感ですよね。これ以上詰めちゃうとカチカチになってしまうから、ふわっと柔らかいところで止めてます。東洋帽子工業さんのカシミヤの紡績技術ですよね。これやっぱりもう本当にルロピアーナと双璧をなすと、それはもう間違いなく世界のトップレベルだと思います。ベビーカシミヤはやっぱりその本当に貴重ですよね。生まれて半年以内、まあ厳密に言うと10月ぐらいに生まれた子が7、8月に関門する時もあるので、まあ 10ヶ月ぐらいあるから、まあざっくり1年未満っていう言い方がある意味正しいんじゃないかなっていうふうに僕は個人的には考えてます。カシミヤヤギってだいたい秋口から12月ぐらい、その辺にお生まれになる方が多くて、そこで毛が生えてくるじゃないですか、寒いから、はい、夏って動物ってだから暑いから換毛するじゃないですか、はい、毛の生え替え、はい、抜け替えというかさ。でその時にやっぱり最初に生まれてから初めて毛が抜け替わる、その大切な毛を集める。だいたい1匹その個体の大きさにもよるので何グラムって言い切れないけど、だいたい10グラムぐらい、少ない。だいたいこれとかで400とか450グラムとか、45匹とかはい、45匹5匹分とか。乱暴な言い方すると紡績もみんなよく分かってるけど、面でも紡績して糸を作ると紡績最中にこう毛が落ちて目減りする、ぶどまり、僕らの製造工程いうぶどまり、要するにロスですよね。ロス率何パーみたいなのがあるので、なるべくこのベビーカシミヤは貴重で高価な材料なんで、そのロスをなるべく少なくするような技術っていうのがやっぱり東洋帽子工業がナンバーワンですよね。それでも目減りはしますよね。だから今10で45って言ったけど、やっぱもうちょっと5、60匹分ぐらいがかかってるとは思います。形なんだけど、こちらのガゼット付きのクルースウェットはベーシックカシミヤとか他の今年同じように全く新しく開発したターンですよね。新しく引き起こしたパターンですね。身幅が少し広くて着丈はスタンダードで、僕で S サイズ。今回ベビーカシミヤも初めてのチャレンジということで、このオフホワイト、今までやりたかったんだけど汚れ気になるかなどうかなってなかなか自分の中で踏ん切りがつかなかったんですけど、やっぱり試編みをしてみたらすっごい可愛いので、もう今ね吉本君が着ていてもね、やっぱなんかすごいいいじゃないですか、この雰囲気。だからこのやっぱオフホワイトのベビーカシミヤっていうのは今年の僕の中でのやっぱり一押しかもしれないです。で同様にこの黒ですね、2色で、この今着てくれてる新しい形ですね、これが。でこれは何が新しいかっていうと、袖口と裾をベビーカシミヤの友地、身ごろと同じ友地っていうんですけど、この身ごろと同じ生地を使って袖口と裾を作ってます。何が違うかっていうと、こうリブって言って、例えば普通のセットですとここフライスって呼んでるんですけど、これは丸編み物のリブです。フライスって読みます。でこれは横付属って言って横編み物なんですね。で見た感じでもうなんかこううねが入ってるっていうか、リブのようにうねが入っていて、見た感じはほとんど同じように見えるんですけども、これは横編み物なんです。なんでちょっとこうストレッチ性が強いかなっていう感じで、ただこれがベビーカシミヤ 100% の糸でリブを作ってますので、めっちゃ
コストがかかってます。リブの部分だけでも結構じゃものすごいですね。使ってるんですね。はい、すごい使ってます。だからこちらはもう本当にリブが袖口、襟、ガゼット、こちらは横編み物と同じやり方で作ってるのはこの襟だけですね。袖口と裾は友字を使って表現をして、こちらはどっちかというと身幅がちょっとやっぱあって短丈、男性女性問わず大人の可愛らしさがあるかなっていうふうに思うので、今彼は L サイズ、L サイズをちょっと着てますね。これはだからちょっとサイズ感はいろんな着方ができるのでちょっと悩むかもしれないです。ただ基本的には僕は S で作ってますんで S で着てちょっと短めの着丈を楽しんでもらえたらいいかなとは思うんですけど、 M もありだよねきっとね、そうですね。吉本君もね Mだとちょっと着丈が短く感じるかもしれない、ちょっと下から T シャツ覗くみたいな、そうだね。そういう着方をしてもらえたらいいかな。これどっちが人気でんだろうな。で僕個人的にはこの新しい形こっちの方はすごいオフホワイトいいなと思ってますね。まあこれがもしかしたら今回の一押しかもわかんないよね。そうだよね。なんでまあ汚れるの気になるかもしれないですけど、基本的にはもうワンシーズンは洗わなくても、ワンシーズン着てもうドライそうですね、クリーニング出す、白洋舎さんクラスのところに出していただけたらちゃんとケアしてやってくださるとは思います。手洗いもできなくはないですけど、カシミヤ専用の洗剤とかって東急ハンズとか行くとあるので、それで丁寧にこうやって洗っていただけたらまあ十分。それで平置きでタオルの上とかに置いて平置きで乾かしていただければ十分ご家庭でも洗濯できるので、まあ例えばこういう袖とかが汚れて気になるようだったらそこだけ家で部分的にお洗濯していただいて、手洗いでこうやってお洗濯していただいて乾かしてもらえたら十分。いやまあ色が白と黒っていうまあ悩むよね。まあ黒硬い手堅いからね、いろんなことを考えるとまあ黒にいってしまうんだけど、今回はこの白を言ってほしいよね。白がまあやっぱ一押しですね。よろしくお願いいたします。